こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。皆様はこの秋、ネットフリックスで配信されて話題のドラマ、極悪女王をご存知でしょうか。このドラマは1980年代の女子プロレスを舞台に、史上最も嫌われた悪役レスラー、ダンプ松本と社会的ブームを巻き起こした人気タッグチーム、クラッシュギャルズの実話をもとに、リング上の激しい戦いと彼女たちの内面に迫るストーリーが魅力です。主役のダンプ松本を演じるのはお笑い芸人のユリアン・レトリーバーさん。片や敵役のクラッシュギャルズは長与千草を唐田絵里香さん、ライオネス・アスカを剛力彩芽さんが演じており、この異色なキャスティングも注目を集めました。出演者は体重を増やして本格的にプロレスのトレーニングを積みながら撮影に臨んでいて、実在のレスラーの再現度も非常に高かったと思います。80年代の女子プロレスが単なるスポーツを超え人間ドラマとして愛されたように、このドラマも役者さんの演技を超えたバックボーンや人生そのものを反映しているかのようで、見る者の心に響きました。まだ見ていない方はぜひ見てみてくださいね。アントニオ猪木さんに代表されるように、昭和のプロレスは今のような派手な大技の応酬がなくても、一つ一つの技に重みがあったように感じます。人間の生き様や感情がリングでぶつかり合い、見ている私たちも自分のコンプレックスや抑え込まれた情念をリング上のレスラーたちに重ねて見ていた気がします。特にドラマで描かれる全日本女子プロレスは、当時25歳定年制ということもあり、リングはまさに選手たちの青春そのものであり、同時にそれを搾取する大人たちのビジネスの場でもありました。今振り返ると、刹那的な華やかさと人間臭さが同居する過酷な世界で、だからこそそこに魅了されるものがあったのかもしれません。私もブーム最中の高校時代、地元で開催された前女の試合に足を運んだことがありました。今日はドラマ「極悪女王」のヒットにちなみまして、この時代に購入したムック本「素顔の女子プロレス」を紹介します。この本はドラマのようなどす黒い部分は全くなく、選手たちの日常やプライベートを明るく紹介するファンブックといった内容でした。それでは見ていきましょう。素顔の女子プロレス。派手なピンクのこの80年代っぽい表紙がいいでしょ。君のハートにクラッシュ。なんのこっちゃ。女子プロと一緒に作った本という売り文句でした。関東はクラッシュギャルズの安いアイドルの写真集みたいな感じになっています。クラッシュも忙しい最中ですからね。適当に巡業先にカメラマンがついていって、試合の合間に会場近くで撮影したのかなっていう写真が並んでおります。こちらはアスカの声です。1985年、クラッシュがより大きく成長するためにも、今年はちぐさと戦ってみたいと語っています。一方、長与千草は、プロレスは自分の生きる道での半分だと言ってみたり、でもいつか必ず天下を取ってみせるとか、いずれにしても野心だけがすごかったのがわかります。ドラマのようにプロレスに対する2人の考え方の違いがここですでに現れていたのかもしれません。こちらのページは、友とちぐさの面白写真館。おちゃらけた感じの内容になっております。シューティングという言葉はこの頃佐山悟が提唱していたのでしょうね。ワンショルダーといえばアニマル浜口ですよね。極悪のページは誰が書いたのか割と長いコラムになっていました。ちょうど中野恵子がブルの中のに乗ったところみたいで、ブルはブルドッグではなくブルドーザーのブルとか、ダンプとクレーンにブルということでどこかで工事でも始めるのかとか、逆にクラッシュは壊してるわけだから極悪は建設的だとか、独特の文章が書かれております。次は炎の24時間ということで、クラッシュの1日を追っています。巡業続きの女子プロはいわばいつも修学旅行をしているようなもんだとのんきに締められていますが、いやいや現実はそんなもんじゃないでしょう。男子でも年間200試合もしたらきついという中で、当時300試合以上こなしていたというんだから、とんでもないブラックな環境でした。こちらはクラッシュ2人の子供の頃からのアルバムです。
アスカは小さい頃からお姉さんよりも大きかったんですね。本人も太ってたって言ってました。長代はどこにでもいるような可愛い女の子ですが、セーラー服からも怒り方はわかりますね。はい、こちらはアスカの部屋の紹介です。吉川晃司のファンでサングラスを集めていたそうです。あとこの80年代の部屋の感じが懐かしいです。こちらは長代千草の部屋ですね。はい、大好きな前田明のポスターが貼ってあります。この頃かっこよかったですね。大体長代の得意技ニールキックはもともと前田明のニールキックですからね。スープレックスを対応したのも前田の影響です。さそり固めは長州さんですけど。こちらのポスターも UWF の前田と高田とスーパータイガーこと佐山悟に長代千草が担がれているという貴重なポスターですね。これで君も女子プロレスラーになれる、いわばリクルートのページです。オーディションの場面はドラマにも出てきましたね。この頃はクラッシュの人気で死亡者も多かったんじゃないでしょうか。やがて来る90年代の新たな女子プロブームはこれからの入門生たちが担っていくことになります。ここからは選手の自己紹介を兼ねた直筆の履歴書になりますが、後で見ていきましょう。挟み込みのピンナップポスターはこんな感じでした。内緒の話はのねのねということで、この人デビル正美さん、存在感半端ないですね。仲の良い2人の対談という内容になっています。デビルとジャンボ堀選手が同期だったとは意外でした。新人時代のコーチの話をしていますが、練習中デビルが貧血で倒れた時は10年早いとどやされ、ジャンボが複雑骨折した時は嘘つくなって殴られたりとか、当時のパワハラがエグいです。次はここも同期の飛鳥選手と大森ゆかり選手の対談。どうでもいいお互いの暴露話喋ってますけど、本当に仲良しなのは伝わりました。次は長代選手と山崎逸樹選手。ここは先輩後輩の間柄。長代がプロレスを中心に歌やドラマも頑張りたいと語っています。ベスト10に入って、ただいま試合中のためスタジオにはお越しいただけませんでしたと言われたいと言っています。次は私が一押しだった立野則夫選手とゴンゴンこと小倉由美選手。対談では自分たちの個性が足りないとか悩んでますけど、この2人が結局男子に一番人気があったと思います。最初は男子プロレスっぽいファイトスタイルのクラッシュギャルズに引っ張られる形で女子プロを見るようになった男性ファンたちですが、結局地味ながら普通に可愛い立野選手と小倉選手のファンになるという図式なんですよね。そのあたりはドラマには出てこない部分ですけど、極悪同盟は3人がちゃんとキャラを踏まえた発言に終始していて偉いなって思います。対談なんかしゃらくせえけど、クラッシュは本当に弱いんだっていうことを言うためにもいいチャンスだからなという感じで始まります。最後はジャガー横田選手と空手の先生山崎輝友氏との対談です。ジャガーがメキシコ遠征に向けての意気込みを語っています。こちらは加藤悦子選手のページ。えっちゃんに50の質問。なぜかこの新人の加藤選手はクラッシュのマスコットキャラとして特別待遇の人気だったんですよね。まだ駆け出しでしたが、連発するドロップキックが印象深いです。この辺りは長い文章記事が続くので飛ばしていきます。終盤のページは選手たちのカラー写真です。先ほど飛ばした履歴書と一緒に見ていきましょう。ライオネスアスカはドラマにもあるように本名は北村智子でニックネームは友。長代千草は本名長代千草、ふざけとりますね。ニックネームはちーちゃんと書かれていますが、一般にはチコだそうです。アスカは目の肥えたプロレスファンから見ても運動神経が良く、体格もバランスの取れたナチュラルに強いレスラー。ドラマでも言われるように優等生タイプ。一方長代は体も華奢だったし、顔も可愛かったからあまり強そうには見えなかったけど、性格の方は自分でもトンパチって書いてるように、まさに男勝りで反骨心旺盛。次第に格闘家らしい体格になり、コメント力もあるし、勝手に光り立つじゃないけど、やっぱりスター性はすごく感じました。そのあたり、唐田絵梨香と剛力彩芽がいいバランスで演じていたと思います。ジャガー横田選手とデビル正美選手は、クラッシュ全盛期でも変わらず前場のツートップというイメージでした。まさに女帝コンビ。ベビーとかヒールとかを超えた実力と存在感でしたね。
若干23歳でこの貫禄です。プロレスラーになった動機。ジャガーは変わった職業に就きたくて、デビルは熱中するものがなくてとのこと。ジャガーの好きなアイドルは真田広之で、デビルの好きなのは郷ひろみ。時代を感じますが、今でもバリバリ現役ですね。ドラマでもクラッシュとの試合が出てきますが、ジャンボ堀選手と大森ゆかり選手はダイナマイトギャルズと呼ばれていました。オフショットが大森選手だけ食事風景ってなんか悪意を感じますね。2人ともその体格の良さもあって圧倒的なパワーファイターという感じでしたが、顔は結構美形なんですよね。履歴書から性格も豪快なのがわかります。リングネームがドサンコゆかりとビビンバ堀。ふざけとるな。JB エンジェルスことジャンピングボムエンジェルスは山崎樹選手と立野則夫選手によるクラッシュギャルズの後輩コンビです。極悪女王には全く出てきませんが、2人とも美しくレスリングも華やかで男性人気はかなり高かったです。特に立野選手はそのアイドル的ルックスから女子プロ界の聖子ちゃんと言われていました。これは貴重なビキニショットですが、聖子ちゃんよりスタイルも良かったんじゃないかと思います。当時前女が地元に来た時、立野選手が会場近くで犬を散歩させていて、私を含め男子高校生が色めき立っていました。履歴書によると、山崎選手はクールな見た目に反して案外面白いキャラ、一方の立野選手は至って真面目で、むしろ天然なほどで野心もなく、この前女でうまくやっていけるのかと心配になるほどでした。健康状態、立野、まあまあ、山崎、糸尻がただれている。健康法、山崎、平井食い、立野、寝ること。特技、立野、何もない。山崎、エッチごっこ。どういうこと？立野選手のレスラーになった動機。女子プロを見てこれしかないと思った。もしプロレスラーになってなかったら、お嫁さん、ハート。結局立野選手は前女引退後も結婚することはなく、他団体へ呼ばれ、トータル30年近くも現役を続けました。強さとはこういうことかもしれません。斉藤真知子選手は後に極悪に入ってコンドル斉藤に。絵がうまくてダンプのペイントとかもしてた気がします。ニンニンゴンゴン金棒。長堀選手と先ほどの加藤えっちゃん選手。JB をはじめこの辺の若手たちは物語の構成上極悪女王には出てきませんが、それぞれ初々しくて人気もありましたね。こちらはクラッシュの2曲目のレコード、嵐のレジェンドの振り付けになります。私も持ってました。最後はクラッシュのオフショット。そうそう、なんと極悪同盟に関してはカラーページがないという結構ひどい扱いでした。せめて履歴書を見ていきましょう。本名松本薫、リングネームダンプ松本、極悪女王の主人公です。好きなレスラーはテリー・ファンク、さすり座の B 型です。性格は明るい、怖い。レスラーになった動機はビューティーペアのジャッキー佐藤さんに憧れてと書いています。ドラマと一緒。もしレスラーになっていなかったら、わからん。でも本当言うとケーキ屋って書いてます。松本薫はドラマではパン屋に就職しましたが、実際はケーキ屋だったのか、それとももしケーキ屋だったらレスラーにはならなかったのか、その辺は定かではありません。マスクド U からクレーン U こと本庄ゆかりさん。好きなアイドル舘ひろしの好きな音楽泣かないで渋いです。高校を辞めたくてプロレスラーを目指したそうです。もしプロレスラーになってなかったら、もちろん豚。職業でも人間でもないやん。ダンプ松本とクレーン U の一騎打ちが描かれているのもこのドラマのいいところですね。実際の試合も壮絶なものでしたし、ドラマがだんだんクラッシュや長屋の話になっていきそうなところを再度ダンプ中心に引き戻した感がありました。ダンプ松本が主役のはずなのに、ほっとくと勝手に光り出してくる長与千草と唐田絵里香はやっぱり恐ろしいものがありますね。最後の紹介はブル中野さんにします。ここでは
まだそう名乗る前の中野恵子選手です。ニックネームはパンダと書いているように、体は大きかったけどどこかふわふわしていて可愛い感じの選手でした。この人がダンプやクラッシュ引退後の次の時代、ヒールでありながらも日本とアメリカの女子プロレス界のまさにトップに君臨することになるんですから、本当に人の人生は分かりませんね。では最後にまた極悪女王の話に戻ります。このドラマの成功の要因は、一つにはキャストが絶妙なところです。長与はリング上で苦悩と戦ったように、唐田さんも人生の逆風と向き合ったと言えるし、新しい自分を模索する剛力さんの姿は劇中のアスカともリンクして見えます。世界を目指す孤高の芸人ウィリアンさんが意外にも今回初めて自分の殻を破ることができたと言っていました。そしてもう一つは、企画脚本の鈴木治氏もさることながら、白石和也監督とスタッフたちのなんというかプロレス愛です。プロレスを題材にしたドラマや映画は過去にもいくつかあったと思いますが、こんなにも俳優たちの動きをプロレスとして撮った映像はなかったと思います。女優たちの頑張りもあって、プロレスファンもそれなりに納得できるレベルだったし、普段プロレスを見たことない人もこれを見てプロレスを好きになってほしいし、当時の本当の試合も映像が残っているので比べてもらったら良いと思います。さすがに本物のレスラーたちの技のキレと迫力はすごいですからね。アスカのジャイアントスイングのスピードなんてびっくりすると思いますよ。なあ、このタイガーマスク見た？すごかよ。こちらのシーン、長与はアスカにタイガーマスクの技を勧めるシーン。ここで唐田が持っている本がこちら。公文社発行のプロレスアルバム、855日間のスーパーヒーロー伝説、タイガーマスクよ永遠にです。初代タイガーマスクが1983年8月に電撃引退した後発行されて、それを購入しました。クラッシュ結成が1984年8月なので、なんとなく時期もずれていますし、クラッシュギャルズのファイトスタイルにタイガーマスクが影響しているイメージもないのですが、これはファンサービスというか、やっぱりプロレス界という枠を超えて世の中に影響を及ぼしたスーパースターとして、初代タイガーマスクもクラッシュもまたダンプ松本も同列なのかなということで採用された気がします。実際にタイガーマスクきっかけでプロレスファンになった人、クラッシュやダンプがきっかけで女子プロレスに目を向けた人は自分も含めて多かったんじゃないでしょうか。今回はNetflixで独占配信されたドラマ極悪女王のヒットを記念して、その舞台となった1980年代に購入したムック本素顔の女子プロレスを紹介しました。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。